皆様こんにちは。今回はコスパ最強のミラー型ドライブレコーダーであるコムテックの ZDR038 を取り付けてから半年間使ったので、実際に使って思ったことなど忖度なしにご紹介したいと思います。まずそもそもですが、ミラー型ドライブレコーダーって昭和の時代からある鏡のルームミラーと比べて見やすいのかどうかが皆さん気になるところだと思うんですけど、結論から言うと圧倒的にデジタルミラーの優勝ですね。普通の昔からあるミラーだと映る範囲がそもそも狭いので、僕が乗っているスイフトのような小さい車についているルームミラーだとごく一部しか見えないんですけど、デジタルミラーだと映る範囲がめっちゃ広角なので、通常ならサイドミラーに映らないような視覚も含めて見えるようになります。 ZDR038 のカメラに映る範囲ですが、フロントとリア両方とも対角168度なので、真横以外はほぼ映りますね。これだけ広角なので、後部座席のピラーが邪魔で後方確認がしにくい車につけるとめっちゃ快適に運転できるようになります。映像もフル HD なので、デジタルミラーに映る映像も普通に綺麗です。ただそれは明るいところ限定で、田舎で夜のライトが全くない道とか真っ暗な高速だと、正直言うと鏡に比べると少し見づらいかなと思います。何が見にくいかというと、周りがかなり暗い状態だと後続車のライトがバックカメラに直接当たってミラーの映像の一部が白く見づらくなってしまい、どれくらい車間距離空いてるかが慣れるまではつかみにくいところですね。特に雨の日の真っ暗な高速だと見にくいことはあります。これは昭和の鏡も同じですね。あとはカメラの性質上、夜の暗いところだとデジタルミラーに映る映像にザラザラした感じのノイズが入ってしまうので、ちょっと慣れるまでは見にくいと感じるかもですね。ただこの夜のノイズに関しては、最新の GoPro やソニーのまあまあ高いカメラでも夜に撮影するとノイズは入るので、今のところは技術的に仕方ないかなと思います。約半年使った体感ですが、首都高とか阪神高速などの比較的夜も明るい高速だと全く問題ないです。問題なのはやはり地方都市にあるほぼライトがついていない真っ暗な高速を大雨の時に走る時、後ろ見にくいですね。あとリアガラスが汚れていると汚れも一緒にミラーに映ることになるので、定期的に窓をきれいにする必要も出てきます。それ以外はメリットの方が圧倒的に多いので、昭和の鏡をやめて正解でした。デジタルミラーの他のメリットは、後ろに人が乗っていたとしても、どれだけトランクに荷物詰めてても関係なく後方視界がデジタルミラーに映されるので、毎日の運転がめっちゃ快適になることですね。また運転手が変わるたびにミラーの角度を変えて自分の見やすい位置に調整する必要もなくなります。というのも、車の後ろにつけたカメラの映像をそのままミラーに映しているので、見え方はいつも固定されます。なので単純にデジタルミラーの角度を自分が見やすい位置に少しだけ調整するだけなので、家族で車をシェアしている人たちにもかなりおすすめかなと思います。さらに ZDR038 の特徴として、フロントカメラはよくあるミラーと一体型ではなくて、カメラ単体を貼り付けるタイプなので、ミラー調整したらフロントカメラの位置がずれることもなければ、事故の衝撃でミラーがずれて事故の映像が撮影できてなかったなんてこともないです。デジタルミラーであれば広角カメラで広範囲が見れて、これまでの鏡では絶対に見れない広範囲を一度に確認できるようになるので、一度デジタルミラーを使うと二度と昭和の鏡には戻れなくなると思います。一つだけデジタルミラーのデメリットを挙げるとすれば、それは距離感覚が慣れるまではつかみにくいですね。デジタルミラーで見ると後ろの車が比較的離れてるように見えるんですが、サイドミラーで確認するとがっつり後ろにいたことあるので、慣れるまでは後ろの車とどれくらい離れてるかつかみにくいです。ただしこちらの ZDR038 には後続車接近のアラート機能がついているので、もし後続車が来ていたらアラートで車が来ていることも教えてくれますし、ゴリゴリに煽ってくるやつに対しては自動的に録画もしてくれる便利な機能もあるので、安心して運転できます。それ以外のデメリットは特にないかなと思います。もし他にデメリットとか、すでにミラー型ドラレコを使っている方で気になっているところなどがあれば、ぜひコメントで教えてください。次に ZDR038 のドラレコ機能についてご紹介します。こちらの ZDR038 は前と後ろの前後録画ができるようになっていて、別売りの駐車監視オプションをつければエンジンを切って車から離れた後も録画を続けてくれます。実はコムテックのドラレコを買う前はケンウッズの1万円ぐらいのフロントだけのドラレコを使っていたんですけど、半年で3回も当て逃げされたことあります。どのドラレコにするにしても駐車監視オプションは絶対に必要なのでつけた方がいいです。実体験ですが、証拠が映ってなければ警察は一切動かないので、
自衛のためにも駐車監視オプションはつけた方がいいですね。さらにフロントだけではなく前後の映像があるとほぼほぼ当て逃げや事故の状況を把握できると思います。ちなみにこれまで使っていたケンウントの1万円のドラレコは買ってから1年ぐらいでなぜか不具合出るようになって当て逃げの瞬間が映ってなかったので、今回こちらの ZDR038 に乗り換えた感じです。 ZDR038 の駐車監視機能ですが、エンジンを切ってから最大24時間録画可能で、車のバッテリーがある程度なくなると録画を自動的に停止してバッテリーを保護してくれる機能もついています。常時録画が不要な方には何かしらの衝撃を感知した時だけ録画するモードもあります。ちなみに衝撃を感知する感度が選べるんですが、感度最強にすると車が通ったり強い風が吹いただけで無駄に反応することがあります。設定は15段階から選べるので自分の好きな設定にするといいと思います。ちなみに半年使ってみて僕は下から5段階の 0.1G の設定がちょうどいいぐらいかなと思います。ちなみに当て逃げされて犯人見つからないと僕みたいに21万円も払って車を自腹で修理する羽目になります。自分の保険を使ったとしても等級が下がって毎月の保険料がめっちゃ高くなって等級が元に戻るのにもう数年かかることになるんで、絶対にケチらずに Amazon で今現在2500円の駐車監視オプションは絶対につけてください。相手のナンバーさえ映っていれば犯人見つかります。事故や煽り運転の時に大事になるドラレコの録画画質ですが200万画素で撮影可能です。こちらが昼の映像です。余裕でナンバープレートの文字が読めますね。夜はこんな感じです。 HDR 機能といって普通のカメラなら白飛びしてナンバーが読めないような状況でも白飛びしないように撮影ができるようになっているので、ナンバーのところだけ白くなってナンバーが見えないなんてことにならず、しっかりと相手のナンバーも記録できますとメーカーは言うてるんですけど、ライトがないような真っ暗な道で大雨の時とか後続車のヘッドライトの光がバックカメラに直接当たるような場合は正直見にくいことあります。それ以外はめっちゃ綺麗にナンバー映りますね。警察は相手のナンバーさえ分かっていれば動いてくれるので、ナンバーが全部映ってるかどうかがめっちゃ大事です。ちなみに4桁の数字だけしか分からなければ特定は難しいみたいです。なので地名含め全部映ってることが大事です。逆にナンバーが分からなければ当て逃げぐらいだとちょっと調べて終わりで泣き寝入りになることほとんどです。修理に21万円かかった時の当て逃げ犯は見つからなかったんですが、その後の3回目の当て逃げの時は相手のナンバーが全て分かってたので当て逃げされた翌日に犯人が見つかりました。なのでナンバーさえ分かっていればほぼ犯人見つかるので、よくある Amazon に売ってる謎に安いドラレコ買わずにある程度有名なコムテックとかのドラレコを買うことをおすすめします。ちなみにこちらのドラレコ ZDR038 がコスパ最強な理由ですが、ドラレコとかカーナビってだいたい保証が1年ぐらいだと思うんですが、こちらの ZDR038 はデフォルトで3年保証ついてます。このドラレコをつける前につけていたケンウッドのドラレコは1年保証だったんですが、買ってから1年ぐらいして不具合が起き始めて、なぜかフリーズしたり当て逃げされた時に駐車監視機能が動いてなくて一切証拠が映ってなく、結局犯人見つからず泣き寝入りで無駄に21万円払わされました。その時に二度と当て逃げさせないと思って今回ネットで調べ倒して価格 .com や Amazon で評判が良かったコムテックの ZDR038 に乗り換えたんですが、初めから3年も保証ついているので、もし何かしらの不具合が起きても保証があるので安心ですね。 Amazon を見てると同じようなミラー型の激安ドラレコが大量に売られてますが、仕入れ元であろうアリババで調べると原価36ドルとかで売ってるので、変に安い激安中華ドラレコを買わずにドラレコ業界の大手のコムテックで3年保証もついて元々の値段が約5万5千円、それが今現在 Amazon だと3万7千円ぐらいと定価より2万円ぐらい安く買えるようになっているので、この価格帯だとかなりおすすめのドラレコだと思います。ちなみにオートワックスの店舗だと税込み5万2800円で取り付け費用が2万2000円の合計7万4800円と、普通にお店で買うとかなり高いので、ネットで買って近所の車屋で取り付けてもらうのが一番お得な買い方だと思います。参考までに今回かかった取り付け費用は7500円でした。車屋にもよると思いますが、1万円ぐらいで取り付けてくれると思います。ちょっと前までは前後カメラのドラレコ取り付け工賃は2万とかしてたんですけど、最近安くなってますね。
どのドラレコを買うにしてもフロントとリアの両方にカメラがついているドラレコを買うことをお勧めします。相手のナンバーや事故の状況がわからなければ何のためにドラレコをつけてるかわからないので、変にケチらずにレビューで高評価のドラレコを買うことを本当にお勧めします。変にケチったせいで肝心の映像が映ってなくて当て逃げされても泣き寝入りで、ケチった金額以上のお金払う可能性も普通にあるので、過去の僕みたいにならないでください。ここまでの話をまとめると、コムテックの ZDR038、デフォルトで3年保証もついて前後カメラついたミラー型ドラレコ、駐車監視オプションをつけても定価の55,000円よりも16,000円安い39,000円ぐらいで買えるコスパ最強のドラレコ、煽り運転を自動で録画してくれたり、ドラレコに必要な機能が全てついてこの値段で買えるので、間違いなくお勧めできるドラレコだと思います。ほんとドラレコだけは無駄にケチらずにレビューがいい商品買ってください。無駄に安いやつ買って実際に事故が起きた時に何も映ってなければ何の意味もないので、少しお金を出しても今回紹介したドラレコのようなレビューがいいドラレコを買うことをお勧めします。以上、コムテックのドラレコのご紹介でした。僕のチャンネルでは SWIFT スポーツに関することや車に関する動画を公開していますので、この動画が参考になったと思っていただければぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。